足し算。小数の足し算では同じくらいの数字同士を足し合わせます。2.1 足す 3.23 を例に考えてみましょう。まず小数点の位置が上下に揃うように並べます。次に一番小さい位から計算します。小数第2位、つまり100分の1の位が一番小さいので、この位から計算を行います。2.1 に100分の1の位は書いてありませんが、この場合は100分の1の位を0として扱います。つまり0足す3を計算するので、100分の1の位の下に3と書きます。次に10分の1の位を計算します。1足す2イコール3なので、10分の1の位の下に3を書きます。これで小数部分の計算が終わりました。ここで小数部分と整数部分の境目に小数点を打ちましょう。そして最後に整数部分の1の位を計算します。2足す3は5なので、1の位の下に5と書きます。よって 2.1 足す 3.23 は 5.33 です。より複雑な例に挑んでみましょう。次の例は 21.95 足す 18.87 です。まず小数点の位置が上下に揃うように並べます。そして一番小さい位、つまり小数第2位または100分の1の位から計算します。5足す7は12です。この計算の和、つまり足し算の答えが2桁になった場合、答えの1の位の数字、つまり2を小数第2位の位置に書き、答えの10の位の数字、つまり1を左隣の位に書き足します。この行為を1を繰り上げると呼びます。繰り上げた1はこのように上に書いても、もしくはこのように下に書いても構いません。次に小数第1位、つまり10分の1の位を計算します。繰り上げられた1があるので、この位では1足す9足す8を計算します。1足す9足す8は18なので、前と同様に小数第1位に8を書き、左隣の1の位に1を繰り上げます。これで小数部分の計算が終わったので、小数点を下ろします。次に整数部分の1の位を計算します。先ほど繰り上げた1を合わせて1足す1足す8は10です。よって1の位には0を書き、左隣の10の位に1を繰り上げます。最後に10の位の計算です。繰り上げた1を合わせて1足す2足す1は4です。よって答えは 40.82 です。引き算。小数の引き算でも同じくらいの数字同士で引き算をします。11.9-0.72 を例に考えてみましょう。まず小数点が上下に揃うように並べます。そして足し算と同様に一番小さい位から計算をします。11.9 には小数第2位、つまり100分の1の位がないので0として扱います。よって 0-2 を計算するわけですが、ここで注意が必要です。上の数が下の数よりも小さい場合は左隣の位から1を借りてくる必要があります。つまり0の左にある9から1を引いて8にして0を10に変えます。この処理を1を繰り下げると言います。すると100分の1の位の計算は 10-2 になるので8を小数第2位に書きます。次に小数第1位、つまり10分の1の位を計算します。9は繰り下げて8になっているので 8-7 を計算するため、この位には1と書きます。これで小数部分が終わったので小数点を打ちます。次に整数部分の1の位を計算します。1-0 は1なので、この位には1と書きます。最後に10の位を見ると 0.72 に
10の位がないので 0.72 の10の位は0として扱います。よって 1-0 は1、つまり10の位には1を書きます。よって答えは 11.18 です。最後にもう一つ例を見て終わりましょう。1-0.05 を計算してみます。まず、小数点が上下に揃うように並べますが、1には小数点が表記されていないので 1.00 として扱います。一番小さい位から計算します。小数第2位、つまり100分の1の位を見ると 0-5 になっていますが、0は5よりも小さいので、左隣の位から1を繰り下げなければなりません。しかし、小数第1位も0です。したがって、さらに左隣にある1の位から1を繰り下げます。1の位の1を0にします。そして小数第1位の0を10にします。そして小数第1位の10を9にして小数第2位の0を10にします。これでやっと計算の準備が整いました。10-5は5なので小数第2位は5です。次に小数第1位は先ほど繰り下げて9になっているので 9-0 は9です。これで小数部分の計算が終わったので小数点を下ろします。整数部分は 0-0 になっているので0を1の位に書きます。よって答えは 0.95 です。次回は正の分数の足し算と引き算を勉強します。